皆さん、こんにちは。漫画家の新本慎です。はい、S です。よろしくお願いします。お願いします。ということで、今日はですね、こちらの商品、これアーティストインクって言って、要は有名な巨匠たちいるじゃない。はいはい。をイメージしたガラスペンとか万年筆用のインクらしいです。すごい有名な人たちな。そうね。フェルメール、モネ、ゴッホ、ムンクと。いやもう、聞いたことある名前しかいないよ。ちなみにこれ他はね、全6種出てるんだけど、私たちが手に入れたのはこの4つ。なるほどね。この4つを使って、巨匠からインスピレーションを受けれるのかわかんないけど、巨匠の力を借りた、巨匠並みのイラストを今日は描いていきたいと思います。やばい。世界、歴史に名を残す。絵が描けるかもしれないってことね。可能性ある。だって巨匠のインクだから。巨匠のインクを使えばそういうのが描けるではないかということに期待して描いていきたいと思います。いい？じゃあそれでは早速やっていきましょう。今、箱から開封しました。こんな感じで中に瓶と説明の紙入ってて、この紙の中はフェルメールブルーみたいな、真珠の耳飾りの少女みたいなね。で、フェルメールのこの絵の説明とか、あるんだ。で、なんかこの深いブルーが作品を強く印象づけるカラーとなっていますみたいな、どういう色だったかみたいな説明してくれてる。それぞれ書いてある。紙が書いてあるからよかったらみんな読んで、巨匠のよりね、意図を知るといいんじゃないかなとは思います。ということで、じゃあ早速これを使って絵を描いていきましょう。で、今回なんだけども、私が使うのはこちら、過去に買ったガラスペンです。これでガラスペンでインクを直接つけて描いていきたいと思います。で、S 君は違った技法でやろうと思ってて、この筆で直接先に色を塗って、絵を描いていくっていう。やっぱそういう技法もやってる人がいるのね。やろうと思えばインクだからね、できるので、色がそっちの方が綺麗に伝わると思う、みんなに。発色がね。そう。俺そんなレベルなことできるのかな。高等技術。そういう感じでやってみよう。じゃあ、インク準備できたので、早速書こうと思います。下書きはせずもう一発書きでいきましょう。でもせっかく4色あるので、私的には色を使いたい。全部は使いたい、やっぱね。ちょっとやっぱ、これあるからさ、一回ちょっとこれをさ、参考に。てか、ちょっとでも絶対私これちょっと聞いて読んでいいよね。俺も見たいんよ。モネのね、睡蓮の池と日本の橋だって。いや、私このグリーン好きなんだよな。モネグリーン。モネグリーンすごい好き。南フランスのアルルにあるカフェを描いただって。夜のカフェテラスだって。ゴッホね、これね。ゴッホね。ムンクは叫びね。ムンクの叫びは超有名だもんね。ちなみに作品のタイトルは叫びね。みんなムンクの叫びだと思ってる。あ、そうなの？あれはムンクの書いた叫びってことね。そうだよ、そういうことよ。参考得た？いや、参考はまだちょっと得てないけど、なんとなく、とりあえず描きたいなっていう絵のイメージは湧いたから、うまく描けるかわかんないけど描いてみたいと思う。あ、でも黄色って言われてるけど、結構ほら茶色だよ。あ、そうだね。結構ゴッホだし。ゴッホ。ゴッホだしね。いや、ゴッホだしなの？いや、ゴッホだし。よくわかんないけど、その理由が。ゴッホだし。なんとなくちょっと暗いイメージがある。ゴッホこれだじゃん。今回のほら絵はね。俺でもゴッホのイメージってひまわりのイメージの方が強いんだよね。あ、そのイメージね。でもゴッホといえば確かにひまわりだよね。で私はゴッホの自画像のイメージ強いんだよね、すごく。あの人ね。なんかほら似顔絵を AI がやるやつでゴッホ風あったよね。ゴッホエスクでしょ。やばかったよね。私の一番好きなやつは AI が加工した絵の中で。なんか俺がおじいちゃんのエスクみたいになったよ。60代ぐらいの時。あれになってるんだよ。ちなみにね、今まで使ってきたね、ガラスペンの中でもね、レベチでね、使いやすい。これ？インクがね、途中で今までさ、使ってるとなんかさ、途切れて嫌だな、みたいなこととかさ、なんかサラサラ出てこないよみたいなこと多々あったんだけど、これね、すごく質のいいね、多分ね、インクだと思う。そうなんだ。やっぱさすが。やっぱさすが巨匠のインクだよ。これはさ、今回は一応これを使って描こうっていうことじゃん。絵が上手い下手とかじゃなく。よりアーティストだった方がアーティストだった方がいいってことだよね。そういうことでしょ。そういうことでしょ。だから最終的にみんながよりアーティスティックだと思った方にコメントもらおうよ。それでどっちが勝ちか。だから S 君に勝ち目あるぞ、マジで。これはな、やっぱ。自称アーティストだから。そんな言ってない。巨匠にそんな恥ずかしい、そんな。
でもなんか今までのコメントで、でも確かにアイスくんの絵を、なんか評価してくれる謎の層がいるよ。マジか。ありがてえ。いるのよ。アイスくんからその巨匠のね、雰囲気を感じるみたいなね。いや、それはね、ちょっとね、俺を過大評価しすぎやね、本当に。ちなみにそれやってくれてるのは斎藤家の人たちね。斎藤家ね。斎藤家の人たちはアイスくんの絵がなぜか評価していくから。俺何書いてんだって思わんこれ。いや、気持ち悪いよね、これ。何書いてるポチ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 。でもなんかアーティストなんだよ、いつもより確かにちょっと。影響受けてる。まあ、モネからね。モネから影響受けてるから俺。これモネの影響。これモネの影響。モネから影響受けてるから俺。やっぱ歴代のさ、フェルメール、ムンク、モネ、ゴッホいろいろいるじゃん。いろいろ。中で、やっぱみんなすごいよ。みんなすごいけど、みんなすごいよ。すごいけど、強いて言うなら、誰がやっぱさ、すげえの？それは好みじゃね？見た人がこの人の絵が好きだなって思うようなさ、今の S 君のせい、私に聞いてる感じだとさ、鳥山明先生、小田栄一郎先生、富樫先生、どれが一番すごいみたいな私に聞かれてるのと同じで、私にはとても答えられない問題だよ。真ん中の巨匠の中で誰がいいっすよみたいな。そうそう、あと高橋留美子先生とか、私先生とかね。でも、そんなのさ、答えられないよ、私には。わからない。全員すごいとしかさ。確かに。レジェンドだもんね。でも、強いて言うとだよ。私は、なんかそういう意味で言うとだよ。ここにはいないけど、レオナルド・ダ・ヴィンチ。ダ・ヴィンチね。はすげえと思ってる。モナリザだから超頭良かったんだろうなと思ってる。なんか死ぬほど頭がいい。なんか数学もできた人が描いた絵なんよ、あれってね。なるほど。ちなみに、あるよ、モナリザ。俺が描いたやつ。あるよじゃないよ。S 君ちょっと待って。今の言い方だとモナリザがある。俺が描いたモナリザ。海賊版にもならない。海賊版にもならない。モナリザ。でもなんかちょっとさ、こうやってさ、額に入っててこうやって見るとさ、ちょっとなんか見えるよね。いや、マツコでなんか謎に飾ったんだよね、ずっと。そうだった。ちょっと私、それもちょっとお気に入りだからね。俺の描いたモナリザね、これ。なんで、いくつか S 君のなんか絵の中でやっぱちょっと天才的な才能を発揮した絵が何個かあって、それもお気に入りのシリーズなんだよね。何をイメージしてんの？まだ秘密。秘密なの？まだもうちょっとしてからみんなに教えます。マジか。でも強いて言うと教えてあげるのは、ここは、モネのなんか睡蓮の葉をイメージした。なるほどね。緑だからね。モネもそういうイメージで描いてたしね。そう。そこはちょっとモネからインスピレーションを受けました。あとはまだ秘密です。そういうことね。待って、俺何もからもインスピレーション受けてないや、そしたら絵としては。でもなんか、いつもやってないことを試してるってことだけは伝わるよ。頑張ってるのは伝わる、すごく。頑張る。やっぱ、さすがにさ、やっぱこの企画を下先生から聞いたときにさ、やっぱ、何かしらいつもの絵よりもなんか何かを学んだものを描かないとさ、なんか巨匠に申し訳ねえと思って。自分の中の巨匠がいるやん、本当にS君の中に。そう。こういう形が多いのかって言ってわかんない。それは S 君にしかその正解わかんないよ。どうなってんのこれ。S 君がどうなってるかわかんなかった。私には誰にもわかんないよ。正解不明だぜ。どう見るのが正しいのか全然わかんない。そのなんか、クックックックっていう音がさ、あれだよ、よくあるね。ASMR に使えるやつね。ガラスペンのその音がね、まあ喋っちゃっていいから音聞こえないんだよ。全く聞こえないだろうけど、このね、わかる。画用紙の表面を削るね、音ね。ガラスペンってこれが楽しいっていうのもあるよね。確かに。本当に、この表面をちょっとカリカリカリってこう削るね。わかる。シモン先生のはこの書き方がさ、だから余計出るけど。そうだね。あとこの、ちょっとだけこう、ガラスがこれに触れた瞬間の、カチンと音ね。聞こえないけどね、今ね。聞こえなかったけど。本当通じねえ。誰にも通じないわ、この音。これ。でもいいよね。ありあり。多分、特に無心の時間にこれ流れてるとさ、いいよね。ちょっといい時間だよね。なんか人生のさ。確かに。俺のこれもありよ。それは人生のいい音なんだから。
テストの時とかのさ、あー静かな時にさ、うん。カチ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 ってみんなが書くさ、やつさ、あるね。俺嫌いだったあれ。あれ嫌いなの？あの手嫌なんだ。なんか緊張したの自分が。あ、そういうことみんなが書いてそうて。早すぎるからスピードが。なんかすげえ勢いで解いてんなと思って。俺全然わかんねえのにみたいかわいそう、そういうこな。と、焦っちゃうそう、のね。テンパっちゃってた俺逆に。まあ、わからなくもない、その言ってることがね。これはね、わかる人がいたらぜひ、あ、それ共感できますって一言ください。イラスト完成しましたはということで、それぞれのイラスト早速見ていきましょう。はいじゃあ S 君からお願いします。い。はい。こちら、おー題名、はいアイマスク犬。いや、まあ、言われたら、いや、でもなんかすごいな。うん。ちょっとね、ミスっちゃったんだよね。なんでアイマスク犬になっちゃったのかっていうと、最初こういう技法でずっとやってたんだよ。すごいよ。うんだけど、このやり方がちょっとあんまりうまくわからなくて、うんずーっとこうポチ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 打ちまくってたらモザイク、そうそうそうモザイクでやだからる。やっぱ、なんかこうなっちゃったよ、最初。うん失敗して、こっから修正かけたけど、もうどうしようもないと。だから、もうアイマスクにするしかねえやってなるほどねちょっとアイマスク系になっちゃったっていう。なんか、ちょっと病的なまでのって。い天皇や、だけど、アートだよ、アート。そうでしょなんかその、まあ、こういう技法あるから、モザイク技法みいたいな。や、ちょっとそういう、だから、技法をすごいよ使ってみようっていう試一した応、結果、巨匠の影響を受けてるの。巨匠の影響を受けたっていう。ね、アイマスク犬が誕アイ生して。マスク犬がなりました。なるほど、素晴らしい。まあでもこれこうじゃなくて、うちょっとだからこういう見方だから、こんな感じの見方だから、俺的には。絵の紙の角度そうじゃながくてこういう違感じだからう、こう見てほしいところ。こう見角度もちゃんとあるから。わかりました。はいはい。じゃあ次、私のイラストは、とりあえずは、まず、この青いバンダナは、あすごいよ。この真珠の髪飾りの乙女のなんかこう青いバンダナみたいなイメージ、ね、そうそうでこのハスを描いて睡蓮のモネの睡蓮みたいなね、でこの周りの外うねうねしたらこのムンクの画法でこううね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 背景をねじらして描くからうねうねした画法で背景を描くということだけをやってゴッホがどっか行ってしまったけどゴッホいないのよく考えたらゴッホってこの黄色と青で画面を構成してたよね、黄色と青で画面を構成最後なんかむちゃくちゃ入れてるやん。むちゃくちゃだけど、まあとにかくせっかくだからこの4色をなるべく多く使いたいなと。これ1本だから、まあそれでも色が出るように頑張って線をいっぱい描いて絵にしてみました。でもすごいと思うわ。ちゃんとなんか、いつもは白残すのに、あんまり今回そうでしょ、今回あんま白を残さず、あえていっぱいいっぱい線を描き足してみました。ガラスペンだからこそのね。で、ちょっと洋風な女の子、洋風がある女の子みたいなね。ちょっと描いてみました。シャンティーだな。よろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンもよろしくお願いします。ではまた他の動画でお会いしましょう。漫画のシーンもとしんと。バイバーイ。